こんにちは、あつです。ニックです。アレックスです。はい、ということで、今回は私とニックとアレックスの3人でちょっと動画を撮っていこうと思います。で、アレックス、ちょっと簡単にじゃあ自己紹介。ですね、今、上智大学の大学院です。ニックと一緒に YouTube もします。はい、ということで、アレックスは、ニックの仲のいい友達で、そうですね、同級生なんで、同級生だけど僕の方が全然頭いい。頭いい。はい。そうだ。で、クリスマスパーティーでね、初めて会って、それから3年知り合いなんだけれども、今回はちょっとね、アレックス実は5カ国語喋れて、でニックも日本語と英語喋れる。僕も5カ国語ですよ、実は。あと3つ何喋れるの？それはちょっとあんま教えてない本当は日本語と英語だけ。っていうことで、なんかみんなでその言語を話してる時に性格って変わるよねみたいな話をこの前してて、ちょっとそれをね動画にしようかなと思っています。はい、ということで、まず結論として性格は変わる？僕は変わります。変わります。変わる？絶対。日本語話してる時まずどんな性格なの？謝ることが多い。やっぱり謝るやつになる。何でもすいませんとかそういうの。英語は絶対謝らないんですよ。アメリカ人は。It's like a very American trait to not apologize. Did you realize that in Australia or no? なんかね、その謝ることの重さが違うんだよね。なんか日本だったらごめんなさいみたいな、すみませんみたいな軽いじゃん。だけどなんかそのアメリカとかいわゆるオーストラリアでそういう英語圏での sorry っていう言葉はもうすっごい重くて、なんか簡単にsorry っつったらyou don't have to feel sorry. Don't apologize みたいな結構重くなるんだよね。Another example is 例えば日本にいるとき誰かドア開けてくれるとすいませんって謝るじゃん。アメリカは絶対謝らないの。わかる？ You say thank you. そうだ、ありがとう。So I feel like my character becomes なんか弱いわけじゃないけどなんかjust a little bit more like meek maybe or なんかおとなしいっていうことで、おとなしい。でなんかそのニック収録とかでさ一緒になったりするじゃん。なんか本作ってる時とか、スタジオとかでさでちょっと遅れ気味で来た時とかすごいもうペコペコしてるんだよね。すいませんみたいな、ちょっと遅れましたみたいな、よろしくお願いしますみたいな、しかも電話してる時とかもさ頭下げてるでしょ。そうだね。俺もね。アメリカ。What about Russian compared to Japanese? Russian, it's like my main language, so it's hard to tell. But also, you mentioned that in English, it's more thank you. Like it's very casual, and I feel like I do that a lot in 日本語でもありがとうございます。コンビニとかのキャッシュレジスターではありがとうございます。でも日本人はあまりそんなしないでしょ。お客さん側はそこまでありがとうとか言わないよね。Maybe slightly more bossy than slightly more bossy. お客さんは神様のあれがありますね。でロシアだとロシア人は全然謝らないし、感謝もしないし。ちょっと、it's not exactly true, but yeah, I think ニックと同じなんかもっとシャイな人になると思う。そうだね、シャイになるね日本語だと。日本語だとシャイになる。ロシアと比べて。Also, like my normal American self.is like, Atsueigo, I love you, dude! Like, I love you とか、そのもっと情熱的。日本語で喋ると、なんか冷静になるかもしれないですね。もうちょっと落ち着いてる。落ち着いてる。だって、愛してるよみたいなことが。ちょっとね、くどいもんね。そう。もう分かったみたいになるもんね。そして英語とか、私スペイン語も喋るから、なんか手を使うし、他の人を触るし、でも日本語話すと全然なんか触らないようにして、なんかそうあんまり more composed。なるほどね。How many languages? So you speak 5 languages, right? So English, Russian, Japanese, Spanish, and French. Is French a little different from English, like when it comes to personality? I'd say it's interesting because I learned English,
Spanish and Japanese in the country. So I used to live in Spain, and that's where I studied Spanish. I used to live in England, and now I'm living in Japan. But French, I only studied in the classroom. So I don't really have a personality attached to French. Right. While I do have different personalities for Spanish, Japanese. That makes so much sense. なぜかっていうと、僕は日本に引っ越してすぐその漫才を始めたじゃん。で、ずっとボケをやってるからさ、やっぱ日本語だとボケっぽいこと言っちゃうの、多分。ちょっとわざとバカっぽいやつ突っ込まれるようなこと、ね、もうずっとそういうことやってるから、It became my Japanese personality、で、英語で喋るともう半端ないよ、たまにやつに聞こえる。いつもバカでしょBut I think I sound like a little bit, I act a little bit more intelligent in English. I'd like to think. だからスマートワードとかも好きだもん。Yeah, smart words, yeah. Well, we should ask, what about you? Like, me, personally? そうだな。あんま変わんなくない？あつは。そうだよね。なんかこう、まあ日本語も英語もそこまでテンションすごい高いわけじゃないし、だけどわかんない。英語話してる時の方が堂々としてるかもしれない。なるほどね。なんかこう歩く時とかそういうなんて言うんだろう、ジェスチャー、like matter of walking とかもう少し違う気がするよね。そのWestern country にいるときと日本にいるときとかって。One other thing I noticed with, I don't know what you think about this, but say例えば、その専門学校の授業にいるとき、日本語しか喋らない授業、トイレに行きたい場合、我慢するの、授業終わるまで。大体。だけど、英語の授業だったらもうすぐ勝手に立って、トイレ行く。まあそれもその文化の違いかもしれないんだけど、なるほど。It just becomes like in, you know. 確かにちょっと恥ずかしいもんね。そうだね。アメリカとかでトイレ行きたくなって授業中にトイレ行ったら恥ずかしくないの？恥ずかしくない。もう普通に違う。でも日本の方が厳しくない？そういうのに対して。まあ確かにね。まあ授業中なんだからなんか授業前に行っておきなさいみたいな。でも多分ロシアでもちょっと恥ずかしいと思う。恥ずかしい。本当に。ニックだけじゃない？違う。恥ずかしいの？本当に？ Like in American universities, people go to the bathroom all the time. Do you raise your hands and say? No. 大学は絶対。高校だったら。大学か。そう。大学はね、確かにそうかもしれない。いやでも私もなんかイギリスに住んでいた時、それはカルチャーショックだった。なんかみんなはOh, I want to just leave the room during the lecture, so they just come and go. And I would be like, I'll just, I'll ask. なるほどね。じゃあ英語圏の違いなのかな。And I also think just not between languages, but like その誰と一緒にいるによって性格が変わる場合がめっちゃあると思う。例えば僕の嫁の、僕と一緒にいる時と、他のお母さんと一緒にいる時は全然性格が変わるじゃん。まあ当たり前だけど。So I think, changing languages is just one example of how we are actually multiple personalities. だから多分よく、まあその言語ってさ、その言語を学んでる時ってその言語を話せるって国にいるじゃん。だからそこのカルチャーも吸収してるわけよ、同時に。そう、ユーマとかね。そう。だからその language learning とその時のその culture ってこうアタッチしてる部分が結構多いじゃない。だから日本で英語を勉強し続けるのと海外その英語圏で英語を勉強し続けるのだったらパーソナリティの変わり方って多分全然違うのかな。全然違う。ね。I've actually read an article that it says that people who speak more languages, more than one language, are more likely to become schizophrenic. Really? Because you kind of have to balance it out. なるほど。そうなんだ。That's really interesting. We're all in danger. You're the most in danger. You speak five. Yeah. そうだね。But yeah, it's really strange too because once you get to a certain proficiency in a language, you stop learning it through your native language, you learn it through their language. 例えばそのゆとり世代って言葉あるじゃん、日本は。で、英語ないのそれは。ゆとり世代。だってそういう文化ないもん。そういうのないもんね。だけど、もう日本語で一回聞いてすぐ分かったの。ゆとり世代。でも俺説明できないの英語で。But I understand what it means in Japanese. なるほどね。Yeah, which is a really weird phenomenon. But I'm sure it's like that with you in English too. It's at a certain point,
you can start understanding English without having to そうだね filter it through Japanese、例えば最初の方だったら多分その日本では何のことだろうって、こう全部トランスレートしようとしていくと思うんだけど、最終的には英語は英語で理解するみたいになってくるから、なんかニックも同じことだよね、ゆとり世代なんかそのまま別に訳す必要ない、訳す必要ない I understand it straight away 訳せないもん、いっぱい、そうだよね。 That's when you know you're getting good at the language。 ちなみにゆとり世代だと思う？いや違うね、だって天才だもん違う、本当に多分知り合いの中で一番すごいと思う。まあもちろんその有名な先輩もいっぱいいるんだけど、でも本当にそのトップレベルだと思う。でもアツさんの面白いことは、天才なのにめっちゃアホなの。なんで？自分のカメラはどうやって使うかわかんないし、物をめっちゃ忘れたりするし、So you're like really a genius in some ways and then an airhead in other ways。 人間味があるってこと。そうそう。全然ね、天才じゃないけど。いやいや、本当にすごい。本当にすごい。なんかもうカットしたくなるから恥ずかしいからもうこんな天才は会ったことないこれカットって言って使ってたりしていいねいいね。I guess that sums up our conversation. そうだね。はい。ということで、今回は言語によってパーソナリティが変わるかっていうことについて話してみました。ということで、変わるってことだね。はい。ということで、皆さんも英語を話すときか違う言語を話すとき、パーソナリティが変わってても、全然自然なことなんじゃないかなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。